コマをこの辺までは普通に書いてていいんだけど、この辺をこう点々にして途切れさすとかみたいな、そういう風に表現することでこう画面の華やかさとか綺麗さも出せるんでいいかなと思いましたね。すごいいいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここも特別問題ないかなと思うけど、まあそうだな、強いて言うなら別にこの枠線はいらなかったかもなって思います。大きくそのまま抜いていいし、なんやったらそのこっちを逆にこれぐらいにして書いて、この2人が少しコマに重なるぐらい大きく書いてもよかったんじゃないかなっていう感じがするかなっていう感じですね。で、このキャティが言ってたその解放されていくっていう感じで書きたいんだったらもう一コマあってもよかったかなと思うんですけど、そのコマが外れるっていうシーンが明確にはないので、はっきりとコマが外れたっていうシーンがないから、このページだとかだと、このコマをこの辺までは普通に書いてていいんだけど、この辺をこう点々にして途切れさすとかみたいな、することでなくなっていってる感じとか出せるし、まあこの辺でもちょっと幸せな感じをちょっと演出したかったら、もうこの辺を少しこう花びらっぽくして伸ばすことで、このなんだろう、こういうもうこの辺が要はルールを守っていた頃の自分の感覚で、だんだんこう見て進めるにつれて解放されてきたよっていう流れにできるんで、そういう風に表現することでこう画面の華やかさとか綺麗さも出せるんで、いいかなと思いましたね。すごいいいですね。マイキーは意外にロマンチックだね。さすが。少女漫画は全然読みたい。その言い方だとだいぶ恥ずかしくなるからやめてもらっていい？要はこの話自体がルールに縛られた人間がルールを外していくって話だから、どっかでやっぱ外れたって明確に表現するページがあった方がいいと思うんで、それをキャティが枠が外れることで、このパネルがね外れることで表現したいっていうんであれば、こういうのを入れた方が見てる方も、このくらいの頃にこの主人公はそういうルールに縛られるってことできたんだなって分かりやすいんで、そういう表現にした方がいいかなと思います。すごい。それぐらいかな。感動しました。本当にこのパネル自体も綺麗なものになれる、シーンの一部になれることもできるんだなって今ちょっと改めて。そうです。漫画の面白さと関係したりもするけど、要は見てる方がどれだけ楽しませられるかってことなので、別にパネルだからもう絶対パネルとして書かないといけないってことはないから、何でも使って何でも面白く見せればいいと思います、僕は。その2週間チェックの撮影でパネルの話いっぱいした。今日もすごいいっぱいパネルの話できましたね。めっちゃ勉強になりました。いや、パネルはめちゃくちゃ大事なので、そうですね、どういう縦スクロールの漫画とかでまた違うけど、話をどんだけ見てる方がストレスなく見れるかっていうのってパネルの役割結構大きいんで、あとストレスなくもあるし、より表現力を豊かに見せる方法でもあるから、そこら辺はあんまり気使わずに書くよりはちゃんと気使って書いた方がいいかなとは思います。思いやり。その読者がストレスなく読めること考えてるから、マイキーは優しいなと思った。やっぱりどれぐらい相手を楽しませるとかびっくりさせる枠を使ったりとか、もう本当に普通にラインは桜になってるのアイデアがすごくいいと思うので、ぜひまた今度取り入れたいなと思います。自分が書きたいものを書くっていうのが一番根底というか根元にあっていいんだけど、これで仕事をしようと思うんだったら見てくれる人のことも考えないと仕事にしにくいので、その相手の気持ちを考えることによってその表現ができるようになったりもするから、そこは考えてやった方がいいかなと思います。あとは特に問題ないかなって感じですね。素敵なアドバイスありがとうございました。今度も取り入れたいと思います。キャラクターの描き方とストーリーの重要さとか大事だけど、やっぱパネル
パネルはこんなになんか形を使っていろいろ表現できるのがすごいなと思った。今回はやっぱり毎回私のやっぱ腕がみんなと比べてそこまでないってすごい知ってるんだからこそ、まあその私ができる範囲で今回は何を学ぼうかなってすごく思ってたので、まあ、パネルでちょっと遊びとか違うテイストを出すとか、その主人公がだんだん自由になるためにも表現だんだん豊かにするとか、いろいろ考えて、でやっぱりその英語の中でもそのコーテーションマークスを使って自分が言われたこととか自分が考えてることをちょっとはっきり分けたりとかしてみたかったし、もうここでまたいろんな勉強ができたので、また次回は新しいアイディアで頑張りたいなと思います。はい、そうね、その最後にマイキーはカティがまた今度その漫画プロジェクトのそのための何か挑戦してほしいところとかありますか？表情をもうちょっと見て、この回の話がその表情をあんまり描く話ではなかったので、そもそも。なので、もうちょっと表情の感情の出る描き方ができるのかと、感情が例えば喜んでる顔描ければいいじゃなくて、だんだん喜んでいくとか、だんだん怒っていくみたいな、その過程を描けるかどうかとかみたいな、これ結構多分僕とかでもやっぱ難しいなと思うとこではあるんだけど、やっぱ人の表情とかで見てるも共感できるから、そういうのを描けるようになったらいいなと思います。はい。いいですね。少しずつ、だんだん少しずつ。ちゃんとリアルな表現できるように頑張ります。はい。よし。カティとトニーとマイキーのチャンネルリンクはいっぱい貼ってあるので、ぜひチェックしてください。よし。じゃあ次の動画で。はい、また会いましょう。バイバイ。バイバイ。When I was 5, I graduated from my teddy. When I was 12, I graduated from fictional books. When I was 17, I graduated from my friends. But I saw my father with another woman. Oh my god! もっと暗くなる。もっと暗いな。That's when I decided to graduate from graduating. I'm trying to figure out for myself what my kind of love is. はい、みんなが待ちかねるのゆりが来ました。ユリカウンター 50? 50? 一つだけ色がついたりしちゃうと、そのなんか理由があるんじゃないかなって思っちゃう。まあ今グレーですけど、こういう書き編みをまあ一番スタンダードに使いやすい。まあプロになろうと思うんであれば、そういう細かいとこまでしっかり